こんにちは、加藤です。皆さんは油絵を描き終わった後で絵にニスをかけていますでしょうか？前回油絵を短い時間で描いてみましょうと言って私が描いたコーヒーカップの絵なんですが、今日はこれをもとに描き終わった作品にニスをかけるところをご紹介していきたいと思います。まず用意したものがこんな感じなんですが、油絵の具って一見こうやって手で触った時に手につかないくらい乾いたつもりでも、厚塗りした時なんかはよくわかりやすいと思うんですが、中まで乾燥していないことが多いんですよ。そんな風にしっかり乾燥するまで半年から1年かかると言われているのが油絵の具の特徴です。水彩絵の具みたいに水分が蒸発、揮発したら乾きましたっていうのと違って、油絵の具は空気中の酸素と結合して化学反応を起こして固まる、そういう性質のものなんですね。なので一見表面が乾いているように見えても中までは乾いていない、そういった絵にこのタブローワニスという、見えるかな、タブローワニス、これがそのしっかり乾いた後で描けるニスなんですが、これをその中まで乾いてない絵に描けてしまうと、油絵の具が酸素を遮断された状態になるので、中がいつまでも乾かないっていう不具合が起きてしまうんですね。私が最近生徒さんに勧めているのはこちら、コルベインから出ているラピッドタブローワニスというエアゾールスプレー式のニスです。このラピッドタブローワニスっていうのは表面が乾いた状態で描けることができます。なぜかというと、表面の膜に細かな穴が開いていると思ってください。穴が開いているので空気中の酸素と触れることができる。表面にニスを塗った後でも絵の具が乾いていくことができる。そういったニスがラピッドタブローワニスだと思ってください。で、これ生徒さんにお勧めしてるっていうお話しましたけど、私はですね、この瓶入りの液体の状態、このラピッドタブローワニスを金属製の折りたたみ式の霧吹きというものがありまして、これをターペンタインの空き瓶に必要な分、使いやすい分だけちょっと入れ直して、このノズルを差し込んで口で吹いてかけるっていうのをこれから皆さんにご紹介していきたいと思います。おまけで、タブローワニスっていうのはかけると表面がツヤツヤテカテカになるんですが、中にはこういったブランマットリキッドって書いてありますけど、画面保護ワニスの中にもツヤ消しというものがあります。これはやっぱりテカテカするのはどうも自分の性に合わない、少しマットな感じが好きっていう人は、このツヤ消しのワニスを塗ることも視野に入れてみるといいんじゃないでしょうか。ちなみにこれはこのタブローワニスのツヤ消し版なので、半年から1年ちゃんと待ってからかけるタイプのやつです。このラピッドって書いてあるかないかで、かけてもいい、かけちゃダメっていう期間が変わりますのでご注意ください。ラピッドって書いてないのを、試食乾燥、手で触って乾いたからって言ってかけてはダメです。では最初にこのでかい瓶から小さな使いやすい瓶に移すところからいきます。と言ってもただ移し替えるだけなんですけど、あまりでかいとね、霧吹きの操作がかけるのがやりにくいので、これまた開かないし、得意のプライヤーを持ってきました。これを使えば、手を痛めずに開けることができる。で、そんなに量はいらないんだけど、半分くらい入れましょう。今半分よりちょっと入ったかな。こんな感じで。このラピッドタブローワニスは、嫌いな匂いじゃないというか。で、ここにこれを差し込んで、一気にふーっと吹いて霧を発生させます。では行ってみましょう。床に紙を引いて、結構広範囲にわたって霧が飛ぶので、こんな感じで汚れてもいいように紙を引きました。で、作品を置いて霧吹きを構えます。水平に置いた方が作業がしやすいと思います。ではやってみましょう。最初ね、ちょっと離れたところ、隣に霧吹いてみますね。
はい。音が変わったの聞こえたかな？もう一回やります。急激に、高温に変わって、吹いてる音がですね、変わって、霧状の、ラピッドタブローワニスが噴射されました。で、これにまんべんなく霧吹きかけていきます。この霧吹きのいいところは、画面に触らずにニスがかけられるというのが、この霧吹きのメリットです。はい、これで大体まんべんなく全体にかかったようなので、これでちょっと待ちます。結構これ乾き早いので、15分程度待って、また表面の具合を見て、追加でかけるかなと思います。タブローワニスの乾き待ちの間を利用して、なぜ、ニスをかけるのかについてお話していきたいと思います。まず、書き終わった作品にニスをかける一番の理由は、絵を大気中の悪い空気から守るため、画面の保護が目的です。ニスっていうのは、時間が経って表面が劣化してきたら、そういった悪い空気のおかげで、画面がですね、汚くなってくる。表面がヤニっぽく、黄色っぽく、茶色っぽくなってくる。なんて言った時に、表面のニスだけを除去して新たな綺麗な透明なニスをかけ直すことができる。そんな風に描かれた絵を保護する目的。そして絵とは別に表面の透明なコーティングを何度か掛け替えて常に新鮮な状態にして美しく見せられる。そういった目的で描けます。なので、50年、100年自分の作品をね、息子が、孫が、家にね、かけてくれるなんていうことも想定して、書き終わった作品にはニスをかけましょうというのを推奨しています。あともう一つの理由は、書き終わった作品っていうのは、こうやって斜め横から見下ろして、こう、光に照らしてみたときにですね、艶が均一じゃないことがほとんどだと思います。油絵を描き慣れている人はオイルのコントロールが上手なので均一な艶のまま描き進めることができるんですけれども、まだその油絵の具に慣れてないという方は艶が引いたところ、それから艶がすごく強いところ、そんな風に画面の表面のテカリ具合がムラがあるんですね。で、そのムラを均一にして均一な艶にしてあげることによって絵の具の発色がよく見えます。美しく見えます。それをね、均一にならしてあげることによって、ツヤツヤした、まあ中にはツヤ消しを好む人もいますけれども、均一なツヤで画面が見やすくなります。そういった大きく2つ、画面の保護の目的、表面のツヤを均一にして絵を美しく見せるという目的でニスをかけます。なので、描けない理由っていうのはあんまりないんですね。めんどくさい以外では特にないと思いますので、皆さん絵を描き終わって、試食感想、指で触って、表面がペタペタしないっていう状態になったら、ラピッドタブローワニスをかけることを私は推奨します。っていうのは、半年1年待ってるともう忘れちゃうんですよね。ニスをかけることそのものを忘れてしまう。そして、それまでの間に表面にホコリが溜まってしまう。というわけで、本来は、タブローワニス半年1年待ってからかけるのが、王道なんですけれども、現代人なかなか忙しいので、そんな待ってらんないという方がほとんどだと思いますので、標準で私は生徒さんに勧めています。というお話でした。ではそろそろ乾いたかなと思うので、表面の具合を見て、追加でもう一回かけるかどうか判断しようと思います。さて、どうでしょう。こうやって斜めにして反射の具合を確かめると、ナイフを使った部分的にね、ちょっと光った感じに見えるところあるんですけれども、この辺が少し艶消しの感じで、テレピン多めで描いた部分ですね。艶消しの感じだったんですが、ニスをかけたことによってだいぶ均一な艶に見えるようになったかなと思います。ただよく見るとまだちょっと足りない、少し艶が
引いてきたな、時間が経って染み込んだせいで、ちょっとツヤが引いてきたなっていう感じがするので、もう一回この上からですね、追加でかけてみようと思います。表面をこう触ってみた感じ、ペタペタすることはなくて、しっかりと乾燥しています。はい、この状態で追加でかけてみたいと思います。よいしょ。表面の具合が、テカリ具合が、これで見えるかな？今こんな感じです。ちょっと時間を置いてね、落ち着くのを待ってみましょう。それでは最後に、はい、ラベルをペンで書き換えました。テレピンの容器にラピッドタブローワニスを移し替えたので、マジックで書いたんですけど、まずここから抜き取ったこの霧吹きのしまい方についてお話したいと思います。霧吹きに使ったので、このノズルの中にはワニスが入ってるんですね。なので、今度は本物のテレピン、揮発精油、これに突っ込んで空吹きをして、中のワニス成分を吹き飛ばして終了にしようと思います。こんな感じで吹きます。音がね、急激にこう高くなりますよね。冬みたいな感じで。はい、こんな感じで、中のノズルの中、テレピンで洗って終了になります。あとはよく拭き取って、そうすると次回、ワニスをかけるときに、中が詰まらず、また同じようにかけることができます。いかがだったでしょうか？今日は書き終わった油絵作品の、表面にニスをかけるという解説をしました。せっかくなので今額に入れてみました。こんな感じ。どうですか？ちょっと角度を変えるとニスの効果というか均一な艶になっているのわかるんじゃないでしょうか。こんな風にですね、書き終わった作品は最後に表面ニスをかけて保護してあげるっていうことと、結構ね、そのまま放置されている方多いと思うんですけれども、ぜひこうやって額に入れて、部屋に飾ってあげてください。で、これちなみに F4 号っていう額なんですけれども、作品 F4 号サイズでしたら、中身を入れ替えて季節ごとに掛け替えるとか、そういったことも簡単にできます。なので、よく描くサイズの、よく描くサイズの額は一つ用意しておいて、で、中身を入れ替えたりして楽しんでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。